こんにちは、ぴょんです。初夏の空気に心躍る6月の下旬、山梨県甲州市に参りました。笛吹川のせせらぎが聞こえ、ぶどう畑と里山の風景が広がるこの地域は、東京からほんの2時間の距離にあるとは思えないほど、ゆったりとした時が流れています。今回訪れたのは、ザボーという名のお宿です。座して忘れると書くその言葉は、静かに座って現世の出来事や雑念を忘れ、心身を解放する。そんな深い意味を持つ仏教用語でもあります。車を降り、小道を歩いていくと、目の前に広がるのは、懐かしさを誘う日本の原風景。趣のある古民家、手入れされた畑、澄んだ水をたたえる小川。ふと懐かしい記憶が静かに蘇るような感覚に包まれます。この場所を訪れるだけで自然と呼吸が深くなっていく。そんな空気が確かにここには流れていました。お宿の敷地は3000坪。贅沢なことに客室はわずか22室です。チェックインは14時。到着するとすぐロビーに案内していただきました。鯉が泳ぐ池を眺めながらほっと一息つきます。暑い日でしたため、冷たい緑茶と甲州金まんじゅうが供されました。まだ梅雨の真っ只中で、本日も明日も雨予報ですが、日ごとに夏の匂いが増してきました。今回宿泊するお部屋は、22室のうち最上級客室の庭園露天風呂付き和洋室です。琴川のお部屋にご案内いただきました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。お部屋に入った瞬間、お茶の良い香りが漂ってきます。琴川は8畳の本間と寝室が2間続きになっているお部屋です。まず玄関から足を踏み入れると目に入ってくるのは柔らかな光に包まれた8畳の和室。窓の外に広がる庭園がまるで一幅の絵のようです。快適な滞在のために様々なものがお部屋に用意されています。和室の中央には低めの木のテーブルが置かれており、その上には丁寧に用意されたお茶のセットと地元のお菓子が並んでいます。コーヒーマシンはイタリアの老舗ブランドデロンギ製。本格的な抽出力を備えた1台です。冷蔵庫の中のドリンクはすべて追加料金なくいただけます。お水、アイスコーヒー、レモンティー、ジンジャーエール、ビールが置かれていました。クローゼットの中にはお宿での滞在を快適に過ごせる衣類が用意されています。浴衣と反転、旅靴下。肌触りの良いガーゼ素材のパジャマ。大浴場へ行く際などに便利なカゴバッグ。今度はお隣の寝室を見てみましょう。ベッドはセミダブルサイズが2台です。
2つのベッドの枕元にコンセントと USB ポート、スイッチが集約されていて使いやすい作りになっています。お部屋全体としてコンパクトにまとまっていますが、広すぎず狭すぎず、大人2名で宿泊するのにはちょうど良いと思います。寝室の片隅には書斎スペースも設けられていました。うまく空間が活用されていて過不足なく、居心地の良いお部屋です。ベッドのお隣の細長い部分も実は開けることができ、中はクローゼットになっています。それではお待ちかねのバスルームのご紹介です。洗面スペースはシンプルで清潔感のある作り。周りには必要なアイテムが揃っています。洗面台の横にもアメニティが用意されていました。巾着袋の中にはコットン、綿棒、ヘアゴム、ヘアクリップ、歯ブラシ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、シャンプーなどのバスアメニティはイギリス発のライフスタイルブランド、ローラーシュレー。ドライヤーはサロニアです。タオルもたくさん置かれています。客室のテラスに出ると思わず息を飲むような景色が広がっていました。目の前には美しくお手入れがされた日本庭園。そしてその中央をゆったりと泳ぐ色とりどりの錦鯉たち。池に配された大きな岩や石灯籠がまるで日本画のような世界を作り出しています。そんな特別な景色を独り占めできる場所にひときわ贅沢なヒノキの露天風呂。木の香りに包まれながら美しい景色を目の前にしてお湯に浸かる時間は格別です。湯煙の向こうに見える鯉の泳ぎ。耳を澄ませば水の音と鳥のさえずり。ただそこにいるだけで心がふわりとほどけていくような感覚を覚えます。湯温はちょうどよく保たれており、時間を忘れてゆっくりと浸かることができました。シャワーは高級美容ブランドリファの高機能シャワーヘッドが採用されています。シルクのような水流で髪も肌もすっきりと心地よく洗い上げてくれました。シャンプー類はジュエリーブランドのミキモトが手掛けるスキンケアラインも置かれています。雨予報のはずでしたが、気がつくと青空が広がっていて、とても嬉しい気持ちになりました。今日はきっと素敵な一日になる予感がします。テーブルに鯉の餌が用意されていますのであげてみましょう。どこからともなく、たくさんの鯉とカモまで集まってきてくれました。可愛くて癒されます。館内の施設をご案内いたします。まずは大浴場です。大浴場へ向かう廊下からもうすでに硫黄の香りが漂っています。ゆとりのある脱衣所。お飲み物、アメニティ、タオルなど必要なものはすべて揃っています。ドライヤーはリファです。クレンジング、洗顔フォーム、化粧水、乳液、綿棒、コットン、櫛、歯ブラシ、シャワーキャップが置かれていました。
本船はこちらのお宿の敷地内で湧き出ている笛吹川温泉を贅沢な源泉かけ流しで堪能できます。湧出口の温度は 43.4 度で自然のまま利用できる理想的な温泉です。1日なんと650トンものお湯が湧き出しており、豊かな自然の力に満ちています。高温のドライサウナもありますので、今度は連泊でゆっくり来たいと思いました。大きな窓があり、スペースも広くて開放的です。真隣に水風呂があり、動線も良いです。お部屋も大浴場も景色や環境だけでなく、泉質が良くて驚きました。注目すべきは pH 9.6 という非常に高いアルカリ性です。使ってみると意外にも肌当たりはマイルド。ここまで優しい高アルカリ泉は世界的に見ても非常にユニークで貴重な存在とされています。この温泉の調査・分析を手掛けたのは大月短期大学地球科学研究室の田中教授。田中式温泉液成分類によってこの湯がいかに珍しく理想的な温泉であるかが科学的にも裏付けられています。2階にはライブラリーラウンジがあります。広々とした上質な空間で綺麗な畳、高級なソファー、たくさんの本に囲まれています。そして特筆すべきはワインが飲み放題であることです。こちらの旅館は現存する日本最古のワイナリーである丸木ぶどう酒と業務提携されています。丸木ぶどう酒創業者の土屋辰則氏はワイン醸造技術習得のために日本人で初めてフランスに渡った人物です。ラウンジのワインは飲み放題であるにもかかわらず上質なラインナップで数々の賞を受賞しているフラッグシップワインをいただけます。明日のチェックアウト後に無料のワイナリーツアーに申し込みました。ノンアルコールのドリンクも置かれていますので、お酒が飲めない方もラウンジを楽しめます。フロントの裏手を奥に進んでいくと売店があります。地元山梨ならではの名産品が並んでいました。先ほどチェックインの際にいただいた甲州金まんじゅうも販売されています。棚には丸木ぶどう酒のワインがずらり。いくつかの銘柄はラウンジで試飲してから購入できるのも嬉しいポイントです。6月下旬の山梨県では日の入りが19時過ぎ。だんだんと日が陰ってきましたが、まだまだ明るいです。この庭園ビューのお部屋が素晴らしすぎます。おすすめです。さてさて、夜ご飯のお時間になりました。開始時刻は18時30分で係の方が客室までお迎えに来てくださいます。夕朝食ともにお食事をいただく場所はこちらの古民家マルキです。1日2組限定のカウンター席をご案内いただけました。お料理は茶道と禅宗の食礼をルーツに持つ茶会席が提供されます。カウンター席のゲストには料理長が直々にお料理のご説明をしてくださいます。
ドリンクはアルコールもノンアルコールも種類が豊富に揃っています。名物のイワナの骨酒も注文しました。清流にしか生息しない幻の魚と呼ばれるイワナ。地元県徳山のふもとで育ったイワナを丸5日間天日干しにして旨味が引き出されています。最終的には中身も美味しくいただけます。この日のテーマは衣替え。6月に入ると野菜や魚介も衣替えするかのように夏の気配をまとい始めます。コースの始まりは茶会席の各一汁三菜から。ご飯は地元産の幻のお米、むかわ4八米です。一口の煮え花がお腹を温めてくれます。お汁は赤味噌と白味噌を絶妙に合わせた仕立て。冬瓜と椎茸の優しい旨味が溶け合います。向こう漬けはマダイのへぎ作りです。繊維に沿って薄く削いだ身は滑らかで清らか。添えられた入り酒が鯛の繊細な旨味を引き立てます。お食事がしやすいようお箸は濡れ箸になっていました。続いて煮物椀です。中にはエビ、人参、ビュリネを合わせた豪華なヒロース。上にはアワビの煮貝が乗っています。口にするたびに手間暇かけられた丁寧さが感じられました。焼き物は2品。1つ目は地元県徳山の清流で育ったアマゴの炭焼き。癖がなく非常に脂が乗っていて、同じ川魚の鮎ともまた全然違った味わいです。その身はふっくらと柔らかく、炭の香ばしさがじんわりと広がります。2つ目は地元産甲州牛の杉板焼き。熱を通した杉板の香りが牛肉にほんのり移り、噛むたびに香りと旨味が重なっていきます。低温調理でじっくり火を通され、中は綺麗なロゼ色です。山梨のクレソン玉めのお味噌と柚子胡椒も味わいの豊かさを添えていました。お次は口を整える箸洗い。トウモロコシと昆布だしの澄んだお椀です。丸木ぶどう酒の樽香酒を注文しました。続いては8寸です。1年の中間にあたる6月は古くからの行事に半年間の汚れを払う名越しの払いがあります。そして本格的な夏に向けて茅の輪をくぐり無病息災を願います。そんな日本の伝統文化に基づいた美しい飾り付けで5種類のお料理を楽しめる8寸です。若鮎の風干し、川エビのうま煮、白織の雷干し、いちじくのごまクリーム和え。一人ずつ手元の板に取り分けていただきます。自家製のぬか漬けが運ばれてきました。締めくくりは炊きたてのご飯と湯豆です。茶会席では最後に土鍋の底に残ったおこげにお湯を注いだ湯豆が供されますが、こちらではいったお米にお湯を注ぐことでより香ばしさが引き出されています。ご飯は穴子と枝豆のご飯と甲州牛のしぐれ煮ご飯2種類から選べました。
両方おかわりが可能ですので、どちらもいただけます。幸福感とともにお腹が満たされ、最後にデザートです。感動はまだまだ続きます。客席の奥で茶釜がふつふつと音を立てて湯気を上げ始めると、なんと料理長がその場でお抹茶を立ててくださるのです。一服に込められたのは、おもてなしの心と丁寧に積み重ねられた時の重み。その一つ一つに季節を味わい尽くす茶会席の精神が息づいていて、心までも整う贅沢なひとときでした。水菓子には信玄餅を思わせる黒蜜と牛皮を使った信玄アイス。そして地元産の新鮮な白桃、さくらんぼ、デラウェアです。美味しいお料理をごちそうさまでした。どのお料理もそれぞれの味わいが本当に美味しかったです。口に運ぶたび、季節や土地の恵みを感じました。そして非常に印象に残ったのが料理長の存在でした。一皿一皿に込められた心配り、穏やかな佇まい、一つ一つのおもてなしに感激しました。おはようございます。2日間ともに雨の予報でしたが、キラキラに晴れてくれました。朝食の開始時刻は8時から9時15分の間から選ぶことができ、9時15分のスタートでお願いしました。着席するとまずは一の膳が運ばれてきます。献立に添えられた日々これ口実という言葉の通り、どんな日も尊く美しいものに変わっていく、そんな力を感じました。最初にいただくのは、お座付きの自家製すくい豆腐。淡い甘みを持ったトロトロの食感です。続いては目にも涼やかな夏大根のサラダ。貝割れ菜の青みが爽やかさを添え、香ばしい入りじゃこが輪郭を与えています。コクのあるごまドレッシングでいただきました。御膳の手前には、向川四八米の炊きたてご飯と甲州麹味噌のあさり汁。大徳寺淵高に様々なお料理が盛り込まれています。イワシの丸干し、夏ナス田楽、半熟卵、笹かまぼこ、鶏団子、カステラ卵、丸塩レモン煮、三回漬け、イカ黄金あえ、マグロのたたき。続いて運ばれてきた二の膳は、信玄箱ひょうたんと呼ばれる特徴的な形のお弁当箱。戦国武将、武田信玄が鷹狩りや物見の際に携えていたとされる器です。松花堂弁当や大徳寺淵高と並ぶ伝統的な弁当様式として親しまれています。二の膳は手打ちのお蕎麦です。まずは抹茶塩で、その後におつゆでいただきます。最後に水菓子です。僕は涼やかな白桃のゼリー寄せ。隣には小さなリンゴのタルト、そしてみずみずしいオレンジです。ごちそうさまでした。素敵な旅館で美味しいお食事に出会えることは幸せなことです。夕朝食どのお料理も美味しく、接客も丁寧で、お部屋も素晴らしい。
最高の滞在となりました。お部屋に戻ってきて露天風呂を堪能し、一足早くチェックアウトしました。琴川をはじめルームカテゴリーが上のお部屋は本来チェックアウト時刻が12時です。11時から無料のワイナリーツアーに参加しました。専用車でお宿から丸木ぶどう酒さんまで連れてきていただけます。日本で育つのは非常に稀であるコルクの木。触り心地に軽さがあり、まさにコルクです。ここはぶどうが農家さんから最初に届く場所。工場の内部にもご案内いただけました。温度管理の精度向上により、日本のワインは一段とレベルが上がったようです。丸木ぶどう酒さんのワインは和食に合う味わいに仕上げるため、樽熟成する場合にも2ヶ月ほどにとどめるなど工夫がされています。ぶどう畑では羊が自由に動き回り、地表を掘り起こし、雑草を食べます。除草剤を必要とせず、自然にも優しいサスティナブルな農業が実現できます。貴重な長期熟成ワインが何万本も眠る地下セラーも見学させていただきました。5種をブレンドした甘口のワインが非常に美味しかったです。ツアーの最後には7種類もの自社ワインを試飲させていただけました。アクセスについてご案内いたします。ザボーさんは山梨県甲州市の笛吹川温泉に位置しています。電車では東京駅からお宿最寄りの塩山駅まで乗り換え1回のみで2時間半。車では東京都心からお宿まで約2時間です。それでは料金の発表に参ります。笛吹川温泉ザボーさんの最上級客室琴川のお部屋。素晴らしい茶会席の夕食と朝食2食付き。ラウンジではワインが飲み放題で、ワイナリーツアーまで無料でしてくださいました。ちなみに今回私は参加していませんが、夜景ツアーも無料です。1泊2日1部屋大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は11万5200円でした。お食事の美味しさ、お部屋からの景色、接客の親切さ、コスト、すべての要素において大満足でした。早くまた伺いたいですし、皆様にもおすすめです。この動画が良かったら、ご家族やご友人にシェアしていただけますと嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。